はい、皆さんこんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、こちらのドームハウスですね、に住んで1年半ぐらい経ったんですけども、1年間住んだ感想ということで動画を送らせていただきますので、よろしくお願いいたします。で、まずはドームハウス1年間住んでみて、良かった点、あと悪かった点という形でご紹介させていただきます。まず良かった点ですね、6点ありますのでご紹介させていただきます。で、1点目。まずですね、このやっぱこの丸い家の空間っていうのがすごくやっぱり居心地がいいですね。四角い家も別に嫌じゃないんですけども、やっぱ四角い家にはないこの、なんていうんですかね、空間、角がない、壁はあるんですけど、なんていうんですかね、天井も高いですし、丸い空間っていうのがやっぱりすごく落ち着くなっていうところで、やっぱこれはドームハウスにしかできない、本当に綺麗な丸なんで、このジャパンドームハウスのドームハウスにしかできないこの空間っていうのがすごくいいなと思いました。では2点目ですね。室内の温度環境がすごくいいっていうところですね。動画でもいろいろ上げさせていただいてるんですけども、夏涼しくて、冬暖かいということで、家の広さが全部で80畳ぐらいあるんですけども、この80畳の広さを14畳エアコン1台で賄えてるんですね。最初はちょっと心配な部分もあって、後からでもその4つドームが並んでるんですけども、後からでもそれぞれのドームにエアコンをつけれるように、配管の工事っていうのはしてあるんですね。でもし暑かったり寒かったりしたら、それぞれの部屋に、あとはもう1個追加してエアコンをつけようかどうかっていうふうに悩んでたんですけども、それをすることもなくエアコン1台で快適に過ごせたのは本当に良かったなと思います。良かった点3点目。ですね、すごく明るいですね。これ実はこのドームハウスっていうのがパーツ組み合わせて作ってる、基本が綺麗な丸作ってるんですけども、ちょっと構造上の問題でドアとか窓をこう連続してつけることができないんですね。なんですけども、ちょっとこちらは見えてないんですけど、天窓があって、この天窓が、天窓ってこの住宅の最高光を取り入れるためのその基準っていうのが法律で決まってるんですけども、その最高計算するときに、普通の窓だと面積あたりで計算するんですけども、天窓だとこの面積あたり ×3 で計算できるんです。つまり3倍光が入ってくるんですね、上からだと。で、この天窓の直径が1メートルぐらいかなぐらいの天窓なんですけども、すごく明るいです。そうですね、外から見ると窓の数がやっぱり少なく見えるんで、暗いのかなっていう風な多分印象を受けると思うんですけども、すごく天窓が明るくて、本当今ここ見える窓はあそこしかないんですけども、すごく明るくないですか？もうすごい明るいです。はい、これが良かった点3つ目です。良かった点4つ目。音の反響がいいんです。この丸ってこのドーム型ってすごい多分一番音の反響がいいんじゃないかなと思うんですけども、東京ドームとかでもそうですね、コンサートするときにやっぱドーム、ああいうところがすごい音の反響が良くて、でやっぱりその昔から音楽やっていて、で今最近、ちょっと電子ピアノ買ったんですけど、ピアノ弾くにしても、あと例えばバイオリン弾くにしても、特にこうど真ん中で弾くとすごい今までこの自然の音で聞いたことないような、なんていうんですかね、エコーっていうか、こうマイクのエフェクトがかかったような音が聞こえるんです。本当どうもちょうど真ん中に立つと聞こえるんですね。なんで真ん中ら辺でこう、例えばバイオリンだったりとか、聴いたりとか、あと歌ったりとかすると、すごく音の反響が良くて、ちょっとこれは音楽好きでその音楽ずっとやってた、自分のちょっと偏った感想になっちゃうかもしれないんですけども、反響が良くて、すごいいいなと思いました。そこで4つ目ですね。で、良かった点5つ目なんですけども、ドームハウスの作り上、この基礎が、床下がないんですね。床下がないので、最終的にはこの土間コンクリートの上に仕上げを作るような形になります。で、結局、無垢フローリング、できるんですね。床をその分上げればいいんですけども、ちょっと高くなるっていう部分と、いろいろあって、で、カーペットにしたんですね。コストが下がるっていうことで。
で結局カーペットっていうのはすごいやっぱり冬とかも冷たくないのですごい快適で、かといって夏暑いかっていうと全然暑くなくて快適だったっていうことで、さらにうちはそのカーペットの下にこのアンダーレイシートっていう下地調節材、高さ調節するための材料なんですけども、それ自体もちょっとした柔らかいカーペットみたいになってるのですごいクッション性も良くて、で結局厚みを出さないで仕上げちゃうと多分歩くと腰とか痛くなると思うんですよね。ですから結局、そのカーペットの厚み、その下地材を入れてさらにカーペットを入れたことですごい柔らかいので、ご来客が来た時もなんか床柔らかいですねみたいな、ちょっとしたクッションフロアみたいになってるとがすごいやっぱり全然腰とかも痛くならないですし、冬もあったかいですし、さらにこのタイルカーペットなのでちょっと汚れたりするとそこだけ剥がしてで洗って乾かしてまた使えるんで、すごいいいなと。意外にそのカーペット、特にタイルカーペット、糊とかも使わなくていいので自分で跳ね替えたりとかもできるので、これはなんか本当におすすめだなと思います。良かった点5つ目でした。そして良かった点最後6つ目ですね。良かった点は間取りが変えやすいということです。住んで1年ちょっとで、ちょっとその住む人数だったりとかちょっと変わった時期もあって、部屋をもともと一つ部屋空いてたので、そこにいろいろ収納入れたりとかして、でもう一個の部屋をちょっと割り付け変えたいとかっていうところで、普通の家だと、構造体となる柱とか壁とかがあって、本当に大きく間取り変えるっていうのも難しいと思うんですね。多分不可能に近いんだ。もともとね、ここの壁は将来外せるようにしましょうとか、ここに将来壁を作れるように作っておきましょうみたいなことをしてない限りは大きく間取りの変更はできないと思うんですけども、こちらのドームハウスは構造体が丸なんで、これ1個が大体20畳ぐらいの広さなので、この中でどのように割り付けをしても、例えば大きい収納を置いたりとかして間仕切りにしたりとか、直接間仕切りも作ってもいいんですけども、この間取りが変更したもう何回変更したのかなっていうぐらいしたんですけども、すごくこの間取りの変更模様替えがしやすいっていうところは本当に1年住んでみて、まだ1年しか住んでないんですけども、だからここからまたね、子供とか家族が増えて、それで子供が大きくなったりとかしていくときに本当にいろんなパターンが考えられるので、本当にそれはドームハウスのいいところだなというふうに思いました。で、良かった点は以上です。で、次は悪かった点。悪かった点は5つ紹介させていただきます。悪かった点1つ。これですね。動画にもしてるんですけども、この雨の音が、なかなかうるさいっていうところで。これはしょうがないのかな。丸っていう形がもしかしたら音の反響しやすいのかなとかいろいろ考えたんですけども、おそらく天窓が直接、見えるので、天窓に直接当たる雨の音と、あとは普通の家って屋根があって、でその下天井がありますよね。ですけども、この家はもう全部丸いんで、特に屋根がないんですよ。なんで逆に言えばもう直接屋根裏みたいな形になってるんで、やっぱそこの音がちょっとうるさいなということはあります。で、うちはすごいモルタルですね、セメントを厚く塗ってもらったりとか、その上をさらにこの、塗り壁みたいな素材で覆ったりとかして、結構ガソリンを持たせてやるので、だいぶ静かなんですけども、それでもやっぱり普通の雨は全然気にならないんですけども、夏場ですね、すごいやっぱ大雨降ると、普通の家でもうるさいと思うんですけども、多分普通の家よりかもちょっとうるさいなっていうところです。直接屋根裏みたいな形なので、ちょっとうるさいなっていうところがあるので、これもちょっと悪かった点なんですけども、実際ドームハウス購入する前もいろいろとその情報だったりとか、あとはモデルハウス直接行った時にたまたま雨が降って、結構音響くなっていうところで知ってはいたので、知った上で買ったのでいいんですけども、やっぱりちょっと強い雨降るとまだちょっと音うるさいな、なんか改善点ないのかなっていうところで探ってるところですね。まだ住んで1年半ぐらいしか経ってないので、これからそこ改善できれば本当にいいなっていうふうに思います。で、悪かった点2つ目、これですね、冬乾燥する。これはドームハウスに関わらずだと思うんですけども、高断熱高気密っていう部分と、あと内側の壁もですね、調湿性のある塗り壁にしてあるので、
すごいですね、抽出してくれるんですね。抽出してくれるんですけども、もともとのやっぱり湿気、水分がないとやっぱ乾燥するんですよね。結構これ高性能な家って乾燥しがちっていう、まあいろいろ高性能なメーカーの話とか聞いていくと、やっぱ冬は乾燥するんで、まあ普通の家でも乾燥するかもしれないんですけども、ちょっと乾燥するなっていうところがちょっと気になるところですね。で対策としては、加湿器つければいいんですけども、加湿器って結構、電気代かかるので、ちょっと嫌だなって思って、で動画にも上げてるんですけども、この霧吹きですね、このシュッシュっていう霧吹きを、良かった点ですね、塗り壁なので直接シュッシュって結構かけても吸ってくれるので、それをするともうかなりもう効果てきめという形で、湿度が上がってくれるんですね。で手でやるのはちょっと大変だったので、園芸用のですね、農薬とか散布するやつに水を入れて1回5リットルぐらいですねプシューってかけられるんで、大体5分から10分プシューってかけるともう 10% 以上ですね、湿度がぐんってもうすぐですね、ほんと30分以内、もう15分ぐらいかなでぐっと上がるので、対策はあるんですけども、ちょっと乾燥するなっていうふうには思いました。なんで温度は全然問題なかったんですけど、やっぱ湿度のこととかも考えると、第一種の全熱型の変換型の第一種の換気扇を採用してもよかったのかなって、どこまで期待できるかわかんないんですけども、それで、でも現状よりかは、全熱型だとその普通の第一種の換気扇だとやっぱりその熱交換をしてくれるので、ある程度外の熱をそのまま直接入れるんじゃなくて、内側の熱とある程度混ぜたり交換することによって8割ぐらいを軽減してくれたりするのと同時に、全熱型だと湿度の方もある程度多少ですけどコントロールしてくれるので、そういったものをつけると、予算ね、最初の初期の予算はかかってしまうんですけども、そういったものを組み合わせてくると、かなりすごいんじゃないかなって思いますね。いくらでもまだまだ性能の上げ幅はあるなっていうふうに思いました。で悪かった点3つ目、これですね、良かった点でも言ってるんですけども、音が反響するっていうことで良かった点聞いてた時に思った人もいたかもしれないんですけども、音楽やったりとかする分には音反響していいなって思うんですけども、最初ですね、住み始めだったりとか、あとは他の家族が泊まりに来たりとか友達が来た時に喋ってると、ある場所からの声が急に耳元で聞こえたりするんですね。でおっみたいな、あれって言ったらはるか先に離れてるんですけども、丸い形がですね、音をどう反響するか分かんないですけど反射して急に近くに聞こえたりとかする場合があるんです。で工事中から音の反響はやっぱすごいなっていうふうに思ってたので、気密性もいいのでね心配してたんですけども、そこで先ほどのタイルカーペットがやっぱりある程度吸収してくれてるのと、あと塗り壁もある程度やっぱ音を吸収してくれてるので、工事中に比べるとほとんどもう半分以上だいぶその音の反響はなくなったんですけども、なんで生活してる分にはほとんど問題ないですね。あと家具が多い部屋は全然問題ないですけども、やっぱ家具が少ない部屋とかほぼ丸の状態だと急に音が知らないところから反響して聞こえたりとかしてびっくりすることがあるんですけども、慣れてくれば問題ないっていうのと、家具を増やせばそこの部分は問題なくなってくるんで、解決はできたんですけども、普通の家と比べると、普通の家には多分ないと思うんでね、急に3メーターとか4メーター先の人の声が耳元で聞こえるってことはないので、ちょっとホラーみたいな感じになるので、そこは音に関しては反響することは良くもあり悪くもありという形になります。そして悪かった点4つ目なんですけど、またこれもですね、先ほどの良かった点に出てきたところなんですけど、明るいんですよね。なんですごく室内が明るくて、電気なくても日中夕方ぐらいまでは本当にどの部屋も上から光が入ってくるんで、日の角度とかあまり関係なくずっと明るいんですよね。なのですごくいいんですけど、例えばですね、昼寝をしたいとか、昼子供を寝かしつけたいとか、子供はそんな気にしないのかな、大人が昼寝したい時とかですね、結構やっぱ明るいんですよね。解決方法としては、あっち側の窓とかもカーテンつけたり、上とかもなんかしらねカーテンつければいいんですけど、上もカーテンつければいいっていうところと、あとはうちはですね、開閉できるような形でちょっと
ポリカーボネートの暗いちょっと黒っぽいやつを、開閉できるような形でつけたので、そこで調節できるようになりました。なので対策はあるんですけども、普通の家と比べるとやっぱり日中明るいなっていうところは、昼寝したいとか日中ちょっと部屋暗くしたいっていう時には、ちょっと対策をしないと明るすぎるっていう部分があるので、ちょっと悪い点として挙げさせていただきました。で、悪かった点5つ目、悪かった点、自分が気をつければいいんですけど、結構ねこう丸くなってるんで、壁際とかですね、あと部屋から部屋に行く時にですね、ちょっとぼーっとしてると肩がぶつかるっていうところですねがあるので、しょうがないんですけど、丸いんでね、天井高いんで圧迫感はないんですけども、ちょっと気を抜くと壁際歩いてた時に肩がぶつかるっていうところが悪かったで、うちがねちょっと塗り壁でちょっとザラザラしてるので、裸だとちょっと痛いっていうところで悪かった点5つ目として挙げさせていただきました。で、ドームハウス1年間住んだ感想という形で、良かった点悪かった点ということで挙げさせていただきました。悪かった点もですね、対策が取れるのでいいかなというふうには思うんですけれども、もしですねこのドームハウス、考えられている方ですね、何かしらですね参考になればいいなと思いますので、こちらの動画を送らせていただきました。このチャンネルではですね、基本的にドームハウス、ジャパンドームハウスのドームハウスについてのですね動画いろいろと上げさせていただいてますので、気になった方は、チャンネル登録だったり、あと良かったなと思った方は高評価していただけるととても嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。で、今回の動画は以上になりますので、ぜひ次回の動画もご覧ください。では失礼いたします。